友達がいる意味とは何か。高3です。ひろゆきさんが思う友達がいる意味とは何ですか？人類のほとんどの人って人間関係がないとストレスが溜まるらしいんですよ。ウサギは孤独になると死ぬみたいな話で、独身の男性って結婚してる男性に比べて確か平均寿命10年ぐらい短いんですよね。なので割とその家族がいる人の方が長生きするっていうのがあるので、なので多分ストレスが少ないっていうのは結局その分幸せだということだと思うので、なので孤独全然 OK ですって人があればいいんですけど、孤独が好きな人と孤独がダメな人って脳の構造が結構違うらしいっていう説があって、で孤独が好きな人の脳というのはまたそれぞれ全然違っていて、孤独が好きな人の脳っていうのがいろんなパターンがあるんですよ。ただ孤独がダメな人のパターンは大体脳一緒っていうのがあって、なのでもう脳の構造で孤独が大丈夫かどうかっていうのは結構決まるらしいんですよね。で、僕は割と孤独が大丈夫、むしろ人間関係どうでもいい派なんですよ。本当に僕多分人間好きだったら日本にいるんですよ。日本にいるとなんだかんだ言って知り合いも多いし、なんかチヤホヤされるじゃないですか。僕それ嫌なんですよ。人間にまとわりついてほしくない。むしろ部屋の中に一人でいたいっていうタイプなので僕は人間が周りにいなくても大丈夫なタイプなんですけど、そうじゃない人が多いらしいですよ。はい、割と会話のレスポンスが遅いので人とうまくコミュニケーションが取れないことが多いです。会話のレスポンスを早くするにはどうすればいいでしょうか？早くしなくていいんじゃないの？返ってきたものを瞬時に食い気味に返すっていうのってできるんだけど、あれね、あんまりやってもいいことないよ。友達はいないので個人的にできるトレーニング方法とかあったら助かります。友達ができないのはレスポンスが早いかどうかではないです。なんだろうな、あなたが友達になりたいと思う人とあなたを友達にしたい人の思う人が多分ずれてるんですよ。例えば東京だとそこら辺の路上におっさんが落ちてるんですよ。段ボールの上に座ったりするんですけど、でそこら辺のそのおっさんって話しかけると結構リアクション返ってくるんですよ。暇なんですよね。でそういう人と友達になろうと思ったら単に話しかけてなんかじゃあ缶ビールとかあげたらすぐ友達になれるんですよ。でもそういうおっさんとさ友達になりたいと思わないわけでしょ。相手を選んでるからだと思うんだよね。で相手を選んでるってことはさ相手も選ぶわけじゃん。じゃあ例えば広瀬すずに友達になりたいと思ってもさ、広瀬すずはあなたと友達になりたいとは思わないわけじゃん。っていうわけで自分が友達になりたい相手と友達になりたいっていうところは割と自分のエゴであって、誰でもいいから友達作りたいと思えば結構できますよ。中学2年生で友達がいなくて学校が苦痛です。何か解決策を教えてください。通学する学校に友達作んなくてもいいと思うんですよね。別に Twitter でもインスタとかでも好きなゲームとかで、例えば中学生で同じゲームやってる人って探せば死ぬほどいると思うんですよね。フォートナイト好きですとかで、フォートナイト中学生とかで検索すると多分中学生でフォートナイトやってるアカウントとか見つかると思うので、なんか今度オンラインで一緒にやりませんかとかっていうので、別に通ってるところで友達作んなくてもいくらでも友達作れると思うので、オンラインで友達作ればいいんじゃないかなと思います。あとなんか N 中 N 校は結構友達作りやすいらしいですよ。ドワンゴがやってる通信制の学校で N 中 N 校っていうのがあるんですけど、通学してないですって、一応 N 中だと学校に通いながら通うっていうなんかオプション的なやり方らしいんですけど、不登校なんですけど N 中の中では友達作りましたみたいな人がいるらしいので、なのでもし親にお金があるんだったら N 中とかに顔出してみるといいんじゃないでしょうか。親に金ないときついですよね。はい、36歳女で結婚して子供2人いますが同性の友達と呼べる人がいません。初めて出会った人ともそこそこ話ができますが性格に難があると思いますか？学生時代同じ年齢の人と話が全く構わず常に一人でした。旦那も10歳以上年上です。多分そんなに人と仲良くするのが好きではないんだと思うんですよね。多分何か誤解してらっしゃると思うんですけど、友達付き合いって相手に合わせられるかどうかなんですよね。なので性格に難があるから合わないじゃなくて、相手に合わせようとしてないからなんですよ。例えば僕性格悪いんですよ。知らないかもしれない人もいるかもしれないんで一応説明しますけど。で、僕性格悪いんですけど、ただ性格が悪い状況というのを相手に伝わらないようにすることができるんですよ。例えばじゃあ道歩いてて、猫かわいいって言ってて、別になんかそんな口に出さなくてもわかるわみたいなのが心の中ではあるんですよ。買いたいって買えばいいじゃん。いちいち言ってくんなよみたいなのもあるんですよ。でもそれは僕基本外では口に出さないんですよ。この人はこう考えるんだと思って口に出さないって言うやるんですけど、ただこれを口に出すと嫌われるなっていうのはわかるので、っていうのがあって、別に性格が難があるっていうのと友達付き合いを苦手は別で、
口に出すかどうかなんですよ。相手がこういうことを言ったら嫌がるだろうなというのを言わないという、相手の性格をおもんばかる能力があるかどうかっていうのだって、自分の性格がおかしいかどうかっていうのは別にあんま関係ないんじゃないかなと思います。30代の男です。昔から同性の知り合いが少ないのが悩みで、どうすれば増やせるかご教示いただきたいです。同性の友達は少ない反面、女性からは無駄に好感を持たれやすく、月1ぐらいの頻度で、18から25歳のくらいの女の子にアプローチされます。過去、オウム返しをして適当な話を流しているだけなのですが、あまり交友関係として望ましくない状態だと思うので、この状況を変えるアドバイスが欲しいです。女の人と会うのをやめてみてください。女の人と会ってても面白くならないんですよ。で、男の人って、面白くない同性の友達と時間を使う気がないんですよ。おごってくれるんだったら使います。時間使いますよ。なので、めちゃくちゃおごってくれる金持ちであればいいんですけど、多分金持ちではない、ただの多分高身長でイケメンとかだと思うので、こいつといても面白くないよねってなっちゃうんですよね。なので、面白さを磨く必要があるんですけど、男性がどういうものを面白さを感じるかっていうと、頭が悪いことをやるやつを面白い。頭が悪いことをやってる方がより面白いって思われがちなんですよ。他の人が食わないものを食うとか、どうでもいいコレクションに大金をつぎ込むとか、趣味に金使ってるやつの方が男性って面白いって思いがちなんですよ。鉄道模型のめちゃめちゃ高いやつ集めてますとかで、そうそう、その鉄道模型趣味業界の中で、お、すげえじゃんみたいになるんですけど、女性から見ると、マジ金の無駄遣い、頭おかしいんじゃねってなるんですよ。っていうので、女性と接点を持ち続けると、女性の価値観に染まってしまうので、男性が面白いと思う価値観からどんどん離れていくんですよね。なので、女性となるべく会わないようにして、本当にしょうもない趣味にお金をバンバン張っていくっていう方が、割と男性の友達が増えると思うのですが、30代まで行って男性的なものにあんまり価値を感じてないのであれば、別になんか男友達作る必要ないんじゃねって思いますけどね。なんとなく男友達作った方がいいんじゃねって思ってるだけで、なくても今困ってないからそういう状態なんだと思うんですよね。例えば嫌われる例でいくと、撮り鉄とかめちゃくちゃ嫌われるんですけど、まずカメラが高い。望遠のめちゃめちゃいいやつとか買うと、もう1本200万円とかするんですよ。レンズで、レンズ。ボディは消耗品なんで、で、レンズ200万円とかするやつを、この鉄道はこの冬のこの時期だとめちゃめちゃいいのが撮れるよねっていうところを何十人も頭のおかしみたいに集まって場所取りをするんですよ。で、ベストの場所取りをするために6時間前からとかずっと待ち続けて300万円するカメラを抱えてたりするんだけど、その前に変なおっさんが撮って写真撮れないとかになるとブチギレするみたいなっていうのを、うわ、バカだなーって言って自分たちも笑い合ってるんですよ。撮り鉄でガチ勢もいるんですけど、撮り鉄である自分たちがバカだよねっていう認識をしながら、でもいい鉄道の写真って撮れるといいよねっていうので、笑い話にするっていうのが、割とその男性同士のコミュニティでありがちなんですよね。なので、ガチで時間も金も使うんだけど、でもそんな自分たちってバカだよねって笑い合えるっていう人が割と友達増えるので、なので、無茶な金の使い方をしてみてください。友達の全くいない撮り鉄もいますけど、友達がいません。誰かと仲良くなろうとはするんですけど、マウントを取られたりなど話してつまらないなどと感じて慣れてしまいます。いい人間関係を築くには人を選ぶべきだと思うんですが、いい人に出会えません。ちなみに給食1年経ちました。暇すぎて友達が欲しいです。僕の性格の問題なんでしょうか？はい。辛口でもいいのですが、僕の悪い点を教えてほしいです。つまらないなと感じて慣れてしまうっていうので、自分が面白い話をしてれば別にマウントも取られないと思うんですよね。多分ナインさん自身が面白くないんだと思うんですよ。なので面白くないから周りに友達が増えないっていう状態だと思うんですけど、で、そこで人を選ぶべきだと思うのですがって書いてるんですけど、まずあなたが選ばれてないんですよ。選ぶべきだっていうのを選ばれてない人が考えてる時点でもうちょっとずれてると思うんですよね。なので、まず友達がいないという時点で人に選ばれないという状況なので、まず誰かに選ばれるような人間になるべきで、誰でもいいから友達になってくださいっていう状況になってください。いろんな友達がいる中で選んだ方がいいよね。であれば、それはその10人の中から誰と付き合おうなんですけど、友達いないということは誰にも選ばれてないし、自分も選べる状況にないということなので、なので、ひとまず知り合いを増やすっていうのを一生懸命やってください。で、選ぶのはその先の話です。なので、まずは選ぶ側の立場ではないというふうに思った方がいいんじゃないかなと思いますけど。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。